盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは前回に引き続きまだまだ発育途中の黒松に針金を荒々とかけると、はい、そういうテーマでまた今回もやります。今回はね完成までいこうかなと思うんで、はい、最後まで見ていただけたらなと。ただ完成した時にねちゃんとできてるかどうかっていうのは、僕の腕が試されるというか、はい、なかなかねこういう動画ちょっとドキドキするんですけども、はい、じゃああららがけなんでね細かいとこかけないんで、そこはこれ言い訳かな、いいややっていきます。じゃあ次はこの後ろの枝、ここをちょっとやっていこうかなと思います。はい、前回は1の枝だけを軽くね、スタートライン決めるみたいな感じで、あらあらとかけてね、こういう針金で引っ張って、ここからでも下げて、ある程度のこんな感じっていうんで針金かけたんですけども、次はこの後ろの枝ですね。でこの後ろの枝を前から見た時に覗き枝というか透かし枝というか、言い方はいろいろあるんですけども、奥行き感じられるようなね、そういう針金かけにしていこうとやっていきます。でちょっとねこの枝ね元からいらないっぽい感じはあるんですけど、まだちょっと寂しいんでね長いのだけちょっと切ってね、これ一応ちょっと残しておきます。でまずはこのちょっと太い、これもどっちでもいいけど、この太いの2つかけていきます。何番でいこうかな、この小印でいいか。よし。今巻いてる枝は多分あんまりは下がんないですね。とりあえずこっちの細い枝の相手として使うみたいな、そんな意味合いになりますね。そのうちこの枝取ると思います。でで今2本かけて、次はこっちの細い2本なんで16番、これ焼いてないでおじさんでキラキラしてますけど、どっちでもいいですね。焼いてなくても焼いてても、焼いてないとちょっと硬いみたいな、そういう性質はあります。よいしょ。重なっちゃった。重なるんか。少々ね。16番ぐらいだったら結構ね先の方までいけんことはないですね。もうついでだからいっちゃい。よいしょ。はい、これで後ろの枝今もうかかりました。はい、で今ちょっと感覚的にいきます。これ折れないようにね。よいしょよいしょ。
前から見て綺麗な枝になるように、この枝のね最初の出だしが悪いんでね、出だしが悪いとこのちょっと一回上に持ち上がってるのであんまり綺麗な枝ではないんですけど、それをなるべくねこう枝をくねくねして模様をつけて、こんなぐらいかな。でなるべくこう模様をつけながらねこの輪郭が整うように、ちょっとこの硬い枝は下がらんかな。よし、で一回前から確認します。ちょっとこれがねここが曲がってる枝なんでなかなかあんまりいい枝とは言えないですけど、後ろの方なんで勘弁してもらいましょうかというところで、あんまりやると折れちゃうから、次はとりあえず裏の枝はこれぐらいでよしとします。で次ですけど、この枝、これをこっちの枝は結構しっかりこの辺まで下げる必要がありますね。でこの子が前から見ないと分かるんだけど結構持ち上がってるんで、どう収めるかという、いきなり今回でうまくはいかないかもしれないですね。いけるとこまで下げるというような感じです。である程度下がったらまた次の機会にもう一回ぐらいでもいいかもしれないですね。ちょっとこれは上に持ち上がって出てるのでかなりギュッと曲げないといけないんで、枝に対して少し太めの、これも12番の太い針金でいこうかなと思います。じゃあこれ今からね12番の銅の針金を巻いていきます。反対側行きます。なかなかね強敵な枝なんでちょっと下げながら巻こうかなと。下げながらね持っていきたいとこに枝を持っていきながら下げながら巻いていってます。バキッとかね言いそうで怖いですけど、本当に危ない時はねラフィアっていう保護剤をね使った方がいいんですけど、今日はちょっと簡単に終わらせちゃってますけどね。結構思ったより曲がってくれた。
こっちはいいとこ行きましたね。結構ね。こっちもちょっと下がりたいな。じゃあ次はこのてっぺん部分一番大事なところを、はい、かけていきます。これが前枝になってこう寄ってきて、これがちょっとこの枝がね、この枝がちょっと入り込んでくるぐらいで、多少、まとまった感じになるかなと、はい、あとはこの木のね成長次第というかね、はい、では早速12番をこの2つの枝に巻いていきます。動きます。ごめんなさい。でそっちまた回り込みます。で大体この辺てっぺんはなんとかまとまってきたところにこの細い枝もちょっと軽くかけますね。これいるかな、いらないか、いらない気もするな。これでやった方がいいかな。ちょっと微妙な枝だけどちょっと今回は置いときましょう。とりあえずね切るのはいつでもできるんで、はい、じゃあこれちょっと16番巻きます。
大方にはなったんですけど、ちょっとねやっぱ多少整えたくなっちゃいますね、やってると。はい、これをここぐらいいこうか。はい、荒掛けはしたんですけども、ちょっとねやっぱ見てるとねちょっと修正したくなっちゃってきたので、ちょっとそれだけかけさせてください。はい、すみません。よし、18番を使ってるんですけどね、この先の方だったらちょっと太い枝だったらだいたい18、19、まあ19とか多いんですけど、ちょっと先の方で太いのがあると18番ぐらいがね。軽くだけ揃えて。先の方は17個か。これぐらいでちょっとなるでしょう。様になるかな。で今この辺のね細かい針金、こことここぐらい、3本だけちょっとかけたんですけど、やっぱてっぺんの方なんでちょっときれいにまとまっといてほしいなと思うんで、でも荒掛けでもねだいぶ形になったとは思うんですが、最後ちょっと最初にねこの枝を下げたとこをちょっと仕上げておきます。こうやってちょっと太めのね余った針金とかでねねじねじしてやって、だったらこれでほどきにくくなりますんで、ねじったネジ山をちょっと倒して怪我しない、はい、これで目立たなくなりましたと。で一応これぐらいでね、今日の作業としてはいいかなと思います。ちょっと改めて完成ではないですけどね、見ながらご説明できたらなと。はい、前半後半とね2本の動画に分けて、この木をね針金かけてきたんですけども、最初に比べたら、枝全体に持ち上がってたのが下がった感じになって、でバラバラの角度だったのが整って、で結構この辺のまとまりがなかったあたりも見えてきたんじゃないかなと。
もう後ろ枝はねなんか切るのがもったいないから使ったりも感じにもなってないこともない。結構もうこの前でも良さそうな感じではあるんですけど、まあご愛嬌で置いとってください。で前もねこの枝でだいたいなんとなく三角形になったかなと思います。はい、ここからがスタートですね。ここから今まだまだ短い、少ない芽のとこもちょっとずつね剪定とかね目切りとか繰り返してきれいになっていったらなと。でその中で小針がねかけてないんで結構スピーディーにかかってます。説明しながらなんでちょっと時間長くはなりましたけど、とりあえずここまでやっとけば、今後の作業この目はこの辺りに行けばいいなとかこの角度でこの辺増えてくれたらいいなっていうのが分かりやすくなったかなと思います。はい、では本日は以上です。そうこれね今鉢傾けてますんでね、今度植え替える時はこの傾けた状態でまた植え替えするんですけども、その植え替えもまたねどっかで動画にできたらなと思います。はい、本当に本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。